この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。綺麗だな。日比谷公園、この時代からあったんですね。というと、100年後にも残っているというわけか。司の言葉はなかなか考えさせられるな。俺と所長、こうして並び立つ俺たちの間には、本来、祖父母とひ孫にも匹敵する壮絶なジェネレーションギャップがある。なんだか感覚が麻痺しかけていたけれど、今2人で話していることも奇跡に近い出来事なのだ。レンさんが花壇って言ってましたけど、確かに綺麗な花がいっぱいですね。池も噴水もあって。現代と変わらず広大な敷地を誇る日比谷公園は、この時代でも色あせないという表現が正しいかは不明だが、美しい景観を残していた。この地もまた銀座とは違った意味で安心する。あんな建物は？音楽堂だ。この公園といえばというくらいには象徴的な建物だが、その様子を見ると100年後にはなくなっているようだな。形を変えて残ってはいますが、すみません、余計な知識を入れてしまったようで。何？仕方のないことだ。私だって未来に興味がないと言えば嘘になるしな。俺だって2120年のことを知れるというなら興味はある。だがそういった本来知ってはならない情報に対してある種の恐怖を覚えるという感情もわかる。日比谷の音楽堂か。嫌な未来は知りたくないし、いい未来は知りたい。なんて都合のいいことが叶えばいいのに。して、九段のマキリ何菓子とやらはどこにいるのかな。あれ、何菓子って何に何菓子って書くん？これ何菓子じゃないん？初めて知った。へえ、それ菓子の菓子か。この右側の字一つで何菓子って読むんかと思ったけど。へえ。絵を描いている人、あそこにいる人はどうですか？公園内を歩いていくと、ちょうど花壇の前にイーゼルを立てた男性を発見する。桜花、咲きかも散ると見るまでに、誰かもここに見えて散りゆく。こうして桜に誘われる僕も、また旅人か。もうこの一言だけでクセモノってわかるな。風に運ばれる桜の花びらを眺めて、うっとりと恋を漏らしている着流し姿の男性。例の発明家もそうだったけど、この時代の男ってなんかすごい、なんかロマンだな。ロマンというか、幻想を抱いとるな。物事に。ロマンチストなんだな。まあ、ロマンと言われるのはまさにそこなんだろうな。俺たちはおそらく目当ての存在だと信じて、その人へ近づいた。失礼、そこのご人、少しいいか？もうくせ者だ。君たちはもしかして探偵事務所の人かな？だって絵描きなんに右手を袖から出してないもん。もうこれくせ者だわ。ああ、水上女子から聞いているようだな。マキリ影虎氏とお見受けする。応用とした調子でこちらを振り向いたその男性こそがレンさんの言っていた画家マキリさん。
本人はうんうんとうなずきながらパレットに筆をつけ、立てたキャンバスに筆を走らせている。めっちゃタバコ吸っとくけど。いかにも僕こそが流浪の絵描き影虎だ。チェリー探偵事務所の所長を務めている探偵だ。こちらが助手の風見司です。はじめまして。うんただの形式的な挨拶だったはずなのだが、何かに気を止めたマキリ氏がこちらを覗き込んでくる。所長ではなく俺個人よ。なんでしょう。君不思議なオーラをしているね。オーラって言葉が100年前にあったんだ。そうですか？普通だと思いますが。いや間違いないよ。これでも審美眼には自信があってね。君はそうだな、明らかに他の人とは違う別世界のオーラを出している。この世界の男はこんなんばっかだな。魔人といいこの人といいテイトは変築な人が多いな。だから否定しようにもしきれないのはその推察が当たっているからだ。2020年の東京、まさしくこの現代からすると別世界なのは紛れもない事実で。いいね、この言い回し結構多分今後も使っていくだろうな。そちらの所長さんも特殊な人間に見えるが、助手の君は特別に特別だね。ロートレックがポスターを芸術にまで昇華させてしまったようなさ。ロートレック、フランスの画家でしたっけ？そうだ、よく知っているね。君も西洋美術に興味が？興味というほどはっても？レン君さ、彼女は手芸を好むが、たまに僕とこうして絵も描くのさ。君も同じ志なのかと思ってね。残念ながら俺の絵心はつい先日も所長に否定されたばかりだ。しかし画家というだけあって随分と風変わりなお人である。知っているかい君。西欧ではただの小便器を作品と称して展覧会に出展したアーティストがいたそうだ。現代アートみたいなのってこの時代からあったんだ。そうなんですか？実に馬鹿げていると思うだろう。ちだ、僕にはそれが新たな芸術への扉、そこへつながる第一歩のような気がするんだよね。現代アートってさ、なんて言うんだろう、作った人間の自己満足でしかないからさ、俺はこういうものを表現してこれを作ったんだで終わるからさ、見る側の人間のことって1ミリも考えられてないんだよね。なんかそしてなんか現代アートって名前をつけるだけでさ、そのアートってさ、別にその見るものに感情を強制せんねか。まあアートって別にその自分で言ってるわけじゃないからさ、誰かに呼ばれるもんだからさ、アートっていう概念はさ、まあそれを言い出したら普通の絵とかもそうなんだけど、美術的な絵もそうなんだけど、その現代アートっていうとさ、なんかこの感性を理解できない方がおかしいみたいな風潮になるのって本当に許せんがやね。現代アートっていう名札をつけて、いやお前はこれこれはなんかすごいアートなんだ、これを理解できない君の方が乏しい感性なんだよ、表現できている僕はすごいんだみたいなさことをなんかすごい黙って圧をかけてくるやん。そういう解釈にしろみたいな。けど美術とかってそういうことないねか。それはそれやねんか。だからなんかすごいね。いや。はあ。虚空を見つめてうっとりとした表情を浮かべる流浪の絵描き、マキリ氏。なんか話長くなりそうだなこいつ。まあ俺の方が長いか。完全に一人の世界といった様子で、こちらの交渉など切り出す余地も与えてもらえなかった。ふむ、変人のようだな。それは間違いないし、あなたも大概だと言いたかったが、俺も例に漏れず変人だ。変人のオンパレードだった。ところで君たちは何か探してるものがあるんだったよね。手っ取り早く行こう。交換条件だ。なんだい？
そうです。マリモを探していて、ご存知だという話なんですが、彼は心得たりというように、名目してガサゴソと手近に置いてあった、麻袋をまさぐる。そして取り出したものはマリモだー。マリモ。これだろ。すげえ、マリモだ。ガラス瓶に入れられた球体の翼毛。無造作に置かれたそれは紛れもなく我々の探すマリモだった。しかも2つ持ってたんですね。なるほど、これがマリモか。確かに藻が丸まっている。これが自然にできるというわけだな。マリモ自体はこの一本一本の繊維に過ぎない。でも20年ほど前、このように自発的に球体を作る生態が確認されてね。マキイシの取り出したマリモは直径10センチほどの球体、それも2つ。通常これほど大ぶりなサイズとなると人工ものを疑うべきだが、この時代じゃまだ人工のマリモなんて概念もないはずだ。僕の故郷の近くで発見されたんだ。レン君から聞くに、君たちはそのことを知っていたそうだね。さすがは探偵、大したものだ。こちらの司はなかなかの物知りでしてな。頼りになるのですよ。含みのある言い方だったが実際に含みがある。マリモなんて俺だって近年でブームになる前は全く知らないものだったし。本題だが、実はそのマリモを譲ってほしいという者がいる。そのようだね。そう、問題はここからだ。俺たちがトウコさんの依頼を達成するためには彼からこのマリモを譲り受けなくてはならない。でもただでというわけにはいかないな。こう見えて希少なものだから。無論承知の上だ。我々もそこは理解している。必要とあらば10円だって20円だって出す覚悟がある。200円入る当てがあるのになんたるケチっぷり。お金はいらない。まあだろうね。え？というと何ならいいんでしょうか。ヌードデッサンでもさせてくれんかな。そうだね。お金はいらない。そう即答したマキリ氏は少し考えていった。刺激が欲しい。刺激ですか。物理的？精神的？ご覧の通り、僕は絵を描いて生計を立てている。ただ最近はひらめきが足りなくてね。マンネリなんだ。ふむ。つまりマキリ氏にひらめきを与えるような何かを差し出せばいいわけだな。イデア、インスピレーションと言ってもいい。僕はこの帝国を巡って桜を描いているのだけど、最近はなんだか目新しさがなくて退屈なのさ。あの土手の桜でも紹介してあげれば。さっき僕が司くんと会ってビビッときたような、そんな刺激を求めているんだ。だからそう、君を裸に向いてデッサンなんかしたらきっといいアイデアが湧くだろうね。まあそうなるよな。絵描きってのは変人だからな。よし、司、脱げ。そうだそうだ。このゲームが始まって一番最初に脱ぐのが男ってのは興奮するな。いや、こんな公共の場で脱いだら捕まりますよ。いや、公共の場じゃなくても嫌ですけど。それは冗談としても、僕の目を覚ます独創的な何かを持ってきてくれたら、君たちにマリモを譲ろう。スマホしかねえけどな。マギリさんの目を覚ます何か。ただ僕はこう見えても画壇ではそこそこ知られた存在でね。陳腐なものには目もくれないから注意してくれ。了解した。独創的で死の目を覚まさせるような何かだな。僕は日が暮れるまではここで絵を描いている。
またいつでも来ていいよ。桜の絵が描きてえっつっとるわけだしな。あの土手を紹介しても持ってこいって言うから、それは違う話になるんだよな。そうして俺たちはマリモへの切符を探しに出かけることに。さて、というわけでようやくマリモへの道筋が明らかになった。マリモを手に入れるためにマキリさんの目を覚ます何かが必要で、なんだか RPG みたいになってきたな。だから RPG？ お使いと言いたかったんです。気にしないでください。まあ来て3日目のやつに言うのもなんだけど、そろそろ慣れようぜ。今この3日に至るまで全部その司の出現で物事が散らかるんだよな。わかった。とはいえ気になるな。何かの略語だろうか。ライス、パイ、ゲル。ついつい未来の単語がこぼれてしまう俺だったが、所長は気を使って詮索しないでくれている。この言葉を説明するのに必要な言葉さえも説明が必要ということをこれまでの2日で十分に理解してくれたからだった。それでマキーさんの要望についてですね。独創的なもの。司の持っていたメカはどうだ。この世の何より目新しいだろう。動いてなんぼだからな、スマホは。目新しいと思いますが、工業製品ですからね。電源もつかないし、影虎さんみたいな芸術家気質の人が求めているものとは違う気もします。大量生産されたものということだな。確かに独創性とは程遠いか。今まで出会った中で独創的な何かがあったと言われてはないからな。これから出会うんか。独創的、奇抜さ、オリジナリティ、クリエイティビティ。その単語を頭の中で巡らせているうち、俺は一つの選択肢へ思い立った。所長。なんだ？あの方。シクラさんを当たるってのはどうですか？確かに。あいつのことすっかり忘れおった。そんなやつおったな。その時の所長はやっぱ嫌だよな。やっぱ昔なんかあったんかな。見ているこっちも引きつるくらいげんなりと嫌そうな顔をしていた。うわ。ゲコゲコゲコでねこっちの小便小僧型お茶組人形が最高なんだ。こんな距離からほうじ茶を発射してくれるんだよ。狙いはブレブレなんだけど。連れてこられたシクラさんの家は割とこちらの想像を超えて煩雑だった。煩雑ってあったのかな。もはや足の踏み場もないからくり仕掛けの大渋滞。所長が、10面をしていた理由も今ならわかる。ゲコ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 。しかもこっちのゼンマイお茶碗カーと合わせれば最高さ。ほうじ茶で的当てゲームを楽しむことができる。おいバンサイ、そんな話はしていない。今日は仕事の件だと言っただろう。脱線に脱線を重ねる、シクラさんに冷や水を浴びせる所長。言っておくと我々はまだ本題のほの字も発していない。ゲコ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 。こらぴょこすけ、あんまり跳ねちゃダメだよ。お客さんなんだから一応。お前は生き物なの？からくりじゃなくて。ははは、お構いなく。シクラさんはカエルを飼ってるんですね。ま、夕飯なんだけどね。知ってる？徳島じゃ食用ガエルを飼育してるんだって。だから僕も捕まえてきて育ててるんだ。丸焼きがいいかな。食用ガエルって捕まえるってどういうことよ。一度ドン引きであった。
いくら100年前の時代といっても、さすがにノガエルを食す文化はなさそうである。わかるか司。私はいくら貧しくてもここまで落ちたくはないんだ。反面教師というやつでしょうか。シクラさんの健康が心配ですね。ただの殿様ガエルだし、毒とかはないと思うけど、微妙に泥とかついてるんだよな。それでなんだっけ、仕事の話？前みたいに指紋を採取するからくりを作ってほしいのかい？現場検証の邪魔をして警察を出禁になったのを忘れたのか？当てにならんメカじゃなく、この部屋に持て余してるガラクタに用がある。所長は、マキリさんという画家が独創的な一品を探していることを伝えた。へえ、それじゃあ僕の可愛い子たちを求めてる人がいるってことかい？そうだ、うまくいけばお前にも謝礼を払うことができる。探偵さんの口から謝礼なんて言葉が聞けるなんて。でも探偵さんのことだから二足三文なのかな。そう思うだろう。だが聞いて驚け。私はお前に20円もの期待をかけるつもりでいる。すごいな。金が入ることを見越してこんだけ大盤振る舞いするって、多分残りの金少なくなるぞ、この調子だと。嘘！この人は本当にずる賢いというか、差し引き180円を独り占めする気だ。もっと安くてよかったのに。こんだけ貧乏だったら多分6円とかでもいいんじゃないかな。だがそれはあくまでも成功報酬。お前の傑作とやらがマキリ氏のお眼鏡にかなった場合だ。なるほどね。名のある芸術家をうならせるほど独創的な一品。まずはそれを私たちの目で見繕わせてもらう。任せてよ。これなんかどうだい？特製アームストロング砲ツインデラックスオツ型。何に使うんですかこれ。こんなものは持ち運べん。他にないのか？それならこいつかな。マキリさんってのは西洋かぶれの画家なんでしょ？シクラさんが両手で持ち運んできたもの、それは大きな台座の上に乗った一人の女性の像だった。からくり人形か？そうそう、芸術家だってんならこれの価値がわかるはずさ。そういうものか？ですよ。探偵さんはご存知ありませんか？このミロのヴィーナスを。知らん。司。でも本当にミロのビーナスだったら出された瞬間に女性の像って言うよな。司の場合知っとんもんだって。はい。ミロのヴィーナスは古代ギリシャの彫刻ですね。ただ本物は大理石ですし、こんな風に和服でもないですが。そう、すごいね司くん。探偵さんの助手だけはある。ミロのヴィーナスといえば100年後なら教科書にも載っている誰しも見覚えのある彫刻。どうやらこの人形はかの像をモチーフに作られたものらしかった。それにミロのヴィーナスって左手がなかったような。そうそう、このミロちゃん人形はね、なんとこの左手でコマを回すことができるのさ。偉いだろう？すげえ。実演して見せてくれるシクラさん。いかなる発想の賜物なのか、ミロちゃん人形は失われた左手で確かにコマを回せていた。ただ平坦な場所がなさすぎて飛び出したコマはすぐさま横転してしまっていたけど、
人間が紐を巻いてあげなきゃいけないんだけど、まあそのくらいは勘弁してよね。ひどいな。私にこの画録、発明品の価値はわからんが、とりあえずこれを買い取るとしよう。もらっていくぞ。買ってくれるの？それじゃあお題。ダメだ。もし突っ返された場合は私もこれをお前にリリースするからな。文句があるならこの話をなかったことにするだけだぞ。ひどい。どう転んでも損は出さないつもりだった。これが大人のやり口なのか。だがこれだけじゃ少々不安だな。他に候補になり得るものはないのか？いろいろあるんだけどね。僕も何をどこに置いたのか忘れちゃった。気になるなら探してみてほしいな。こんなガラクタの山を。司よ、何か気になるものなどないか？そろそろ、そろりそろりとからくりを踏まないように気をつけつつ部屋中のものを探す。その時視界の隅で無造作に放り投げられている原稿用紙を見つけた。これはシクラさん、小説も書かれるんですか？小説？僕が作るのはからくりだけだよ。散らばっていた原稿を拾い上げてみる。なんだこれは。確かに小説のようだが。ああ、それは去年たまたま出会った文学青年にもらったやつですね。一度読んだけど意味わかんなくて捨てちゃったんでした。くしゃくしゃになった原稿用紙は数十枚に綴られていて、鉛筆でびっしりと文字が書き込まれている。タイトルは双子の星。わお。これ読んでいいかな。春生童子。それでは支度をしませよ。ポウセ童子。それでは支度をしませよ。二人はお宮に登り、向き合ってきちんと座り、銀笛を取り上げました。ちょうどあちこちで星巡りの歌が始まりました。赤い目玉のサソリ、広げたわしの翼、赤い目玉の子犬、光の蛇のとぐろ、オリオンは高く歌ひ、つゆと霜とを落とす。アンドロメダの雲は魚の口の形、大熊の足を北に5つ伸ばしたところ、子熊の額の上は空の巡りの目当て。なこれ。なんちゃらのお星様たちは笛を吹き始めました。オリオン？アンドロメダ？確かに意味はわからん。星だね。でしょ？お星様の話らしいんだけどね。何らかのメタファーが織り交ぜられているのか。あまり大衆受けはしなさそうだな。シクラさん、これ誰にもらったものなんですか？だから図書館で会った文学青年、そうきたか。作家を志してるんだってさ。名前はなんて言ったかな。確か宮沢なんとかっていう。宮沢賢治か。もう一度その原稿を見てみる。タイトルは双子の星。おじさん学がないからわからんかった。その下に書かれている著者名は
宮沢賢治？ああ、そうそう、宮沢くん。道案内のお礼にお金がないからって代わりにくれたんだ。元気にしてるかな？しみじみと宮沢くんについて思い出を回想するシクラさん。このリアクションからして明らかに事の重大さに気づいていない。誰だその宮沢何がしというのは。あ、ここでは何がしが一文字になってる。誰もが知るレベルの大文豪ですよ。春と修羅とか雨にも負けずとかご存知って、ああ、この時代はまだ発表されてないってことですね。所長のひそひそ声にひそひそ声で返す。すると、シクラさんも俺の態度に疑問を持っ、俺の態度を疑問に思ったようで、司くん彼を知ってるの？もしかしてすごい人？嘘つけ、嘘つけ。すごいなんてものじゃありません。宮沢賢治の直筆原稿なんて言ったら、やっぱり。いや、たまたま同姓同名の友人がいただけのようだ。この小説はお前も言うように意味もわからないし、大衆受けすることは今後近い将来とんでもない価値になります。大丈夫？司くんえらく苦しそうにしてるけど。問題ない。それよりだ萬斎、この読みづらく薄汚れた原稿をからくりと一緒に買い取らせてくれ。そうだ、報酬金に1円上乗せしてやろう。え、本当？嬉しいな。どうせもう読み終わったやつだし、お金になるなら喜んで渡すよ。それじゃあこいつはもらっていくぞ。いい知らせを祈っていろよ。うんうん、期待して待ってるよ。俺はずっと所長に口止めをされたままシクラさんの部屋を連れ出されてしまうのだった。